ー、あれ明けましておめでとうは言っていいのかなあ、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。どうぞよろしくお願いします。まあ、ね、明けましておめでとうって言っていいかわからないんですけど、1月5日ということで、まあ、新年初の、YouTube ライブになります。で、まあ、いろいろ言いたいことはあるんですけども、まずね、今年2023年になりまして、またね、一段と投資のこととか、あ、どうもしめじさん、よろしくお願いします。あ、音が鳴ってないな。ちょっと待ってくださいね。よろしくお願いしますって言いながら、音が聞こえないです。相変わらず。そうそう。なんででしょうね。音が鳴ってない。テスト。オンライン家庭教師ドロ兼業トレーダー戦略24テスト。お花、こんばんは。よろしくお願いします。相変わらず音が鳴らなかったりしてるわけなんですけども、はい。はい。どうですか？最初にちょっとお聞きしたいんですけど、しめじさんと花さんは、お正月、どんなお正月過ごされました？うん。先に、お聞きして、また僕もちょっとこの九州のね、お話をしていきたいなと思うんですけども。あれですかね。まあ、僕の方、先にこれ遅延があるのでね、お話しさせてもらうと、おりました。正直。シメディ、家にいることがほとんどでした。そうなんですね。はい。なんだろう。やっぱり車の運転をずっとして、で、なんか、口が寂しくなるんですよね。うん。車の運転すると。で、お花、ずっと家でのんびり片付けしてました。そうなんですね。ね。で、僕の方は要はこれからお話するんですけど、まあ、ぶっちゃけ車の中でいて、なかなかピーナッツというかナッツですね。を食べたりとかして、で、なんかコーヒーもすごく飲んだし、で、やっぱ別にストレスじゃないんですけど、外に外食することが多かったんですよ。うん。なので、年末ぐらいから、運動もなかなかできずに、で、睡眠もね、やっぱちょっと少なかったのもあるんですけど、3キロぐらいね、もう、太りましたね。はい。で、この日曜日ね、愛知県大会って卓球の大会があるのに、こんだけね、正月で太ってどうするんだっていうぐらいちょっと困りました。太ったってか戻ったってんですかね。やっぱ16時間ダイエットをやっていって、で、年末やらなくなって、お昼食べたり、夕方ご飯食べたりしてね。うん。で、つまんだりとか、車の中でつまんだりとかしたので、やっぱあれですね、休み長くなったりするのも、なんか、あれですね、良くないですね、体的には。そう思いました。またね、ちょっと戻していかないといけない。まあ、卓球の大会までは1月8日なので戻らないと思うんですけどね。はい。そんな感じです。で、せっかくなのでね、今日お話をちょっとね、していこうかなと思います。これですね。はい。はい。ちょっと辿って話しますね。愛知県の豊田市からスタートしまして、1月1日ライブが終わって3時間ぐらい寝ました。朝5時に起きて、ライブが終わったの確か、あれですよね。2時半ぐらいでしたかね。ジェメジーさんが12時半ぐらいに寝られて、で、お花さんと篠宮さん最後までいらっしゃいましたね。で、その後、僕も5時半ぐらいに起きて、高速乗って、敦賀
福井の敦賀ですね。ここで、こういう、女綺麗じゃなかったです。初日の出を見ることができたのですが、当時、初日の出見れました皆さん。僕は結局、初日の出っていうか、8時ぐらいに、敦賀のもうちょっと、東側かなこの辺りかなで、東側からね、車を背にして、見ることができました。はい。で、初日の出をこう見て、ずーっと初日が1月1日がこの、北陸から、国道9号線とか、この辺りかなで、鳥取まで行って、米子っていうところ、鳥取と島根のもう間ぐらいのところですね。米子で一泊しました。1日目がね、走行距離が478キロですね。ここはもう結構下道、日本海を通っていきました。はい。結構余裕で、夕方ぐらい着いたのかなで、泊まったんですけど、とにかく僕ライブ終わった後も朝早く日の出見ようと思ってなくて、お昼ぐらいによっこらせっていこうと思ってたので、宿を取ったのが米子だったもんですから、割と早い時間に行くことができました。まあ、米子特に何があるっていうわけじゃなかったですけどね。はい。ごめんなさい。米子の人ごめんなさいね。特に何っていうわけじゃなくて。はい。それで、1月の2日が、ここですね。はい。出雲大社ですね。ここに、行くことができました。初めてお参りできましたね。この綱のところ。で、僕この綱のところが、ここでお参りすると思ってたんですよ。で、ちょうど TikTok ライブやってる時に、何人かいらっしゃって、いや、そこじゃないよ。この奥だよってことを教えていただいて、これ入り口の、出雲大社の入り口だったんですね。で、ここ入り口これがあって、で、この綱があって、ここかと思って。この奥に本宮みたいのがあって、ぐるっと回って、お参りしました。はい。で、あとね、出雲大社のね、なんかね、砂で出るかな砂って言って。なんかね、この砂がね、有名で、ここ、出雲大社よりちょっと北の方に行くと、ちょっと俺がうまく言えないんですけど、TikTok の方とかに教えてもらって、ここの砂を取るといいよって、なんか神様がここから来られるのかなっていうことで、なんていう名前だったかな七四ゴンベイ、こんばんは。そして明けましておめでとうございます。グリニングフェイス。ね、眠いのに来てくださってありがとうございます。よろしくお願いします。今ちょうど正月のちょっと話をしていますね。出雲大社の砂の話をちょっとしてました。すいませんね。またトレードの話じゃなくって。名前が忘れちゃったんですよ。これなんだっけ？砂のお守り。はい。甲子園じゃないんですけどね。そういう砂を取って、お土産にさせてもらいました。はい。これを、TikTok ライブやりながら教えてもらって、稲佐の浜っていうのかな？はいはい。って言いますね。はい。それで、島根の松江からずっと日本海を渡って、出雲大社が朝8時ぐらい。で、このあたりがね、シメディ、甲子園の土と言いかけました W。ね。そうなんですよ。で、このあたりがね、浜田市っていうところでお昼を食べて、でね、どこだったかな？ちょうどね、下関入るかどこかぐらいで東雲さんが来たのかな？ちょうどだからね、七四ゴンベイ、出雲大社は建築当初は高層だったんですよ。そうだったんですね。ね。もう本当に、
今はね、こうなんか、高層というかね、ああいう建物でしたけどね。はい。で、東雲さんとTikTok で合流したのが本当北九州に入る、この関門トンネルのところでね、ちょうどね、今どこですかって言ってくれて、あ、ちょうど東雲さんもう九州入りますよって言って、ここがね、2日の、夕方って3時から4時ぐらいに、入りましたね。日本海ほんと綺麗でした。ドライブするならここ面白い。もう人空いてましたよ。やっぱりね、日本海はね、ドライブするの最高ですね。あと、全部、この4日間、天気が良かったです。1月の2日3日が日本海側こっち、すごい雪があったって言われたんですけど、ちょうど僕行った時は、1月2日3日こっちにいたので、南の方にいたので、快晴でしたね。太平洋側の天気でしたね。で、2日目が、大分県の中洲というところに泊まりました。で、これ、中洲といえば、唐揚げってちょっと頭にあったので、唐揚げをね、美味しいところをちょっと探して、持ち帰って、食べました。ホテルに持ち帰ってね、自分で勝手に唐揚げ定食つって食べてきました。はい。で、2日目終わって、やっと、1月3日の朝、これですね。本来行きたかった九州36不動村の方の、ちょっとごめんなさいね。これスクロールするのコントロール、あれ？そうですね。ちょっと見にくいですけど。中洲に1個ね、8番があって、1番がね、こちらの、なんだっけ、筑後高田市っていうのかな？なんか、国東って書いてあったな。この山のところにいっぱい、あったんですよ。お寺が、不動尊が。なので、8番行って、で、7番行って、6番行って、これ全部出てくるな。6番行って、で、これ消すのはで、5番行って、なんか順番が1番から行かなかったですね。で、1番行って、で、道ね、結構良かったです。TikTok ライブもね、入りましたね、こうやって。で、8番までこう回ってって、ぐるっと回って、大分市に入りましたね。で、大分市に入っ、違う。ごめんなさい。ここまでやった時にお昼食べて、そっから、36不動尊をやらずに、これですね。地獄巡り。皆さん知ってます？別府温泉のところに地獄巡りって言って、こういう地の色をした、地獄のような、なんていうのかな。間欠泉じゃないですけど。が、確かね、海地獄っていうのと、この青い海地獄と、これがね、確か地の池の地獄？それから、あとこっちの白池地獄。それから、雨戸地獄っていうのもありましたね。はい。から、鬼山地獄。7つね、あるんですよ。地獄巡りって言うんですけどね。7つの地獄巡り。結構近いところで、車で行くとね、多分2時間ぐらいで全部回れるんじゃないかな。人がね、すごく多かったです。面白かったですね、ここは。はい。こういう地獄巡りって言って、有名だったのかな。七子ボンベイ、行きました。ダブルエクスクラメーションマーク、地獄行ってきました。そうなんですね。タオル買いました。はいはい。東雲さんどうも。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん明けましておめでとうございます。皆さんおめでとうございます。ひろみさんはありがとうございました。はい。何日か、
ここちょうど大分のとこはいらっしゃらなかったと思うんですけどね。はい。地獄巡りを、してきましたね。はい。タオル買ったんですね、七種ボンベイさんの。ほんとここ人気ですね。面白かったです。はい。で、地獄巡りが終わって、ちょうどね、地獄巡りがね、別府市が結構街でしたね。別府温泉のところ。しめりー、明けましておめでとうございます、しののめさん。ね、おめでとうございます。で、別府市のちょっと山の方にありましたね。ここか、地獄巡りって書いてありますね。かまど地獄、血の池地獄。ここですね。そう、別府駅からガーッと4キロぐらい上がってったところですね。で、2時間ぐらいで終わって、夕方大分に入って、2つほどね、また戻ってきましたね。次行くときは羅漢寺と砂風呂を予定に入れといてください。そうでしたね。確か羅漢寺も言ってましたよね。はい。そうですね。次回、そうですね。ちょっと入れたいと思います。で、どこだったっけ？あれこれ、ここか。これですね。9番と10番ですね。はい。これで、36不動尊のうち10番まで終わって、で、夕方、サウナ入って、大分、本当はね、別府で入ればよかったんですけど、もうそのまま大分の近くで、風呂入って、ホテルで、大分市内でね、寝ました。で、4日の朝にも帰ろう。僕帰ってきたのが、4日の夜中だったんですけど、前にも言ったように、この、こっちで見るより、ごめんなさい。こっちで見るより、こっちの方がいいな。これですね。別府から、じゃあ、大分から佐賀関っていうところ。これですね。佐賀関から、この区間、フェリーを使いました。これが、このフェリーですね。佐賀関の94フェリーですね。これね、めっちゃ使えますね。はい。めっちゃ使えます。車でね、一人で、運賃がね、8500円ぐらいだったかな。70分で、ここ通れるんですよ。70分ですね。すごくスムーズでした。インターネットでも割引で買えるし。これぐるーっとね、回って帰るよりね、こっちのフェリー使った方がね、絶対楽ですね、九州行くには。思いました。はい。全然近い、こっちの方が。だから今度、九州、来年多分、お正月に行くと思うんですけど、行きに、こう、入ってって、ここのフェリー使って宮崎の方に行くのは全然早いと思います。はい。わざわざこの、高速使ってこっちで行くよりね、思いました。はい。空いてましたね。それでこのフェリーを使って、1月の4日の夕方ぐらいに、篠梅さんと会ったのが、どこだったかな？フェリーの後、もう本当にあれですね。ここですね。徳島の、あれでしたよね。温泉にここ、小松島っていうところに僕入るもう終わりぐらい、日没前でしたね。ここで夕方、ちょっとお話しして、TikTok の方も結構いろんな方来ていただいて、いろんな話させてもらったんですけど、この192号をずっと通ってって、で、夕方、お風呂に入って、温泉入って、で、帰ってきたのが、最後ね、なんか、お腹が空いちゃったので、奈良市のところで10時半ぐらいかな。昨日ちょっと投稿させてもらったんですけど、奈良市のあたりでラーメン食べて、これがね、もう10時半ぐらいだったと思います。で、帰ってきたのが、ここ吹雪いてましたね、帰り。鈴鹿の山が。
はい。雪が降ってます。帰りは、2時半ぐらいかな。はい。夜中の2時半に帰ってきたという流れになりました。はい。ということで、3泊4日になるんですかね。まあ、一人旅、やっぱですね、正月の一人旅ビジネスホテルは、すごい空いてるので、みんなほら、家族でいるじゃないですか。ほんと僕変わってますよね。みんな家族、うちも、集まったんですよ。だけど俺が、もう正月俺、一人で出かけるからみたいな感じでして、お年玉を一応用意しておいて、誰々って用意しておいて、もう親戚にとっちゃもうもう僕はもう異端人ですね。はい。普通みんなね、集まるのにもう YouTube やってるからいいでしょみたいな。てか、やっぱ、一人旅ってなかなかできないし、できないっていうかまあ僕は好きなのでやるんですけど、お正月って、やっぱりゴロゴロしてるのもいいんですけどね。こういうことができるのはね、お盆と正月しか僕できないので、はい。まあ、ちょっとやらさせていただいたということですね。で、今度、11番とかは、ちょっとまた調べますけど、もしかしたら熊本に入っていくかもしれませんしね。まあ、この、フェリー使っていく航路がしっかりわかれば、大分を拠点にしてどこでも行けるので、はい。今回九州って近いなっていう感覚をすごく持ちました。はい。本当思いました。と言いながらですね、今度はまあ、どこ行こうかなと思ったら関東、北関東とか行きたいですね。3月春休みにはね、どっちか、この紀伊半島か、北関東か、こっちはね、桜が早く咲くのを見たいっていうだけですね。北関東は前言ったように、坂東33、33道 ?33 箇所回れるとこがあるので、こういうのもやってみたいな。で、また、もうお盆は東北。正月は九州ってことでもう、盆とね、正月はね、もうそうさせたいなと思ってます。はい。ということで、すいません。20分経っちゃいましたね。という旅のお話させていただきました。はい。ではですね、旅の話はいいとして、今日なんですけど、2023年の、投資戦略ということで、今日2つの、お話を、ちょっとね、YouTube を見て、皆さん見たかもしれないんですけど、紹介して、一緒に投資戦略のことを考えていきたいなと思っております。あと、トレードの方はもうちょっとしてから、お話ししていきたいと思います。それではですね、最初に、新年、一発目ですけど、チャート大全、こちらの方から、ちょっとお話をね、進めていきます。株トレもやりますよ、一問。はい、やります。毎回、こういう勉強はね、していきましょう。それでは、株、チャートの大全、これ、どこまでいったかっていうと、今回は、相場の天井を示すということで、よく聞くやつです。坂田五法の中の三尊天井と三山。ね。皆さんどっちで言います？ヘッド&ショルダーって言います？それか、英語かな？これ英語と日本語、ぐちゃぐちゃですけどね。ここもネックラインって書いてありながら、三尊とか言いますもんね。どっちがどっちなんだっていう話なんですけど。じゃあ、こちらの方からちょっと見ていきたいと思います。ちょっと読みますよ。相場の天井を示す三尊、三山。3度天井を試して跳ね返され、売り圧力が強まるということですね。はい。これ見えますよね。はい。複数のローソク足で一つのパターンとして見れるのがチャートパターンですが、その中でも最も代表的なのが三尊って言うんですね。三山って言うんだ、これ。三山なんですね。3つの山ですもんね。で、海外ではヘッド&ショルダー。
ヘッド&トップというチャートパターンで知られていますということです。どちらも3度上昇を試して、最終的に跳ね返されるため、売り圧力が強いと判断され、上昇から下降への転換を示すサインとして考えられます。もう有名ですね、これ。皆さんこれ見つけるために結構探したりする人もいますよね。はい。今日ね、株トレの方もね、この三山ヘッド&ショルダーとかの見分け方みたいなところありますね。はい。これが、三山の方ですね。下落のサインですね。ここが、引いてあるところはネックラインと言いますね。このネックライン下がったところが、もう、落ちるポイントだよっていうことで、まあ、トレンド転換にもなってるよっていうことは言われております。はい。じゃあ次行きますよ。今度は逆ですね。逆三尊ですね。チャートの方はトヨタ自動車を出しております。じゃあちょっと読みます。こちらは三尊と反対にどちらも安値圏で形成されると、下落トレンドが底打ち、上方向への反転を示すチャートパターンです。3線って言うんだね。3川で3線って言うんだ。3線は三山とは反対に、下向きの、これね、谷がほぼ同じ水準で跳ね返されている、形状ですと。逆三尊は三尊の逆で、3つの谷のうち、2つの谷が最も深く、2つ目の深く、3つ目が抜けられないまま跳ね返される、形です。海外では、ヘッド&ショルダーズボトムと呼ばれています。3線については、これについては、一つ目の安値、はい、と同じ水準で3度目跳ね返された。ここね、3度目跳ね返されるため、市場心理として売り圧力が少ないと判断され、上昇が期待されるように考えられますということですね。このネックラインっていうのもポイントになります。もうこの丸のところが見つけれることができれば一番美味しいんじゃないかなって言われてますね。なかなかこの形状を見つけるのも大変ですよね。3回こうパターンでこう出してもね、この形状ですね。短い時間足なら短い時間足ほど難しい。長い時間足ほど出てきた時にはかなりの確率でみんな同じように見えますのでね。はい。はい。ということで、今日は、ヘッド&ショルダーと、まあ、逆三尊、ヘッド&ショルダーボトムのついて話をしました。それでは、株トレの方行きたいと思います。はい。年末年始のあれ、何番までやったんだろう。またね、結構問題がありますので、この株トレ落ち着いたところで、年末年始やったやつのまだ残りとか、もうちょっとやりたいなと思います。で、こちらテクニカルの方の中心なんですけども、あっちの正月のやつは2冊あって、一つ、PR とか、やっぱ決算資料みたいなところを見たりとか、ファンダメンタルの見方のクイズもあったので、それもね、一緒にね、また決算時期とかあれば見ていきたいなと思ってます。はい。じゃあ、株取りいきますよ。今日は34番になります。いいんだよね。34番。G 社、H 社、買うならどっちということで、チャートを見てください。あれなんかやった気がするけど、これ。あれやっちゃったかなまたこれ。あれこれ、やったぞ、これ。あ、
間違えた。35番だ。またやってしまった。これやりましたよね。皆さん覚えてますこれ。あれ、やったよねこれ。シュエディさんとか覚えてませんこれ。やった気がするこれ。あれ俺が見てるだけ？一回ちょっと読みますね。なんか、自分が見てるだけかな。シメディ、自分は記憶にないです。あ、本当ですか。じゃあ、シメジーさんが記憶なければ、じゃあやってないですね。ごめんなさい。俺がもしかしたらなんか見ただけかもしんない。じゃあちょっと読みますね。G 社と H 社も何らかの材料が思惑としてあるようですと。どちらも過去3ヶ月に、これ3ヶ月にね、2度1000円を。七四ゴンベイ、私は初見です。わら。じゃあ、そうですね。すいません。初見かも、これ、いいかもしれない。34番でいいかもしれないですね。チャートいろいろ見てて、同じような問題があるなって、なんか、なっちゃってるかもしれない。はい。これ今回買うならどっちですね。G 社か H 社かですね。はい。買うならどっちです。ところが、1000円をトライ、これ G 社が1回目、2回目、1000円をトライして、3回目トライしようとしてると。で、H 社も、1000円をこうトライ3回目してるということで、2つともね、これ3回目トライしてますと。このチャートの形状、それから売買高を見て、買うならどっちになりますかということです。ヒントあるかなこれ。売買高はいりますよね。チャートとしては G 社と H 社。G 社の方がこういう風な流れなんですね。G 社こんな流れ。H 社は急騰してますね。シメディ上がっていってるので G に1票。はい。どうでしょうか皆さん。G 社か H 社か。で見てください。ヒントあるかな ?3 度目の上昇トライですね。かな。おう。どうでしょうか1000円トライ。G にします。なんとなく G で。なんとなく G で。はい、ありがとうございます。それでは、答えを言ってきます。ドン。買うなら G 社です。じゃあ、解説の方を読んでいきたいと思います。ちょっと皆さん、この解説のチャートを見ていきましょうね。はい。G 社は十分な日柄調整、ここね。日柄調整をした後、売買高が大幅に、増加していること伴って上値にトライしているので、買ってみて面白いところです。まあこれ、なんか、皆さんが聞いたことあるかもしれないですけど、カップイズハンドルっていう言い方もしますよね。ここが、なんていうのかな。もう売られてて、もう売り勢力があんまりなくなってきたよっていう意味もあるかもしれません。見方によってはね。はい。一方、H 社は売買高が十分でもなかった。G 社も H 社も970円から1000円の上値抵抗線になっています。抵抗線になっています。チャートの節は970から1000の間ですね。はい。ちょっとここ下読みますね。3ヶ月前、1000円まで株価が急騰した時に売買高が増加しました。が、すぐに株価が反落。ここで買ってしまった人は、しまったと後悔しています。この後、970円まで株価が急騰した時、売買高が増えましたが、すぐ反落。これで970円から1000円は戻りやすい上値抵抗線になりました。この日柄整理のうち、
高値で買った投資家はすでに損切りしたでしょう。3回目のトライで、さらに戻り売りが出たはずです。それでも、何らかの好材料が出たということで売買高が大きく、増加したと考えられるので、戻り売りをこなしていけるでしょうということで、この売買高も見て、と、あとここで売られて売り出し尽くしっていうのもね、見ていきましょうということになります。よろしいですかね。先ほど言ったのが、ここがまだ売買高が、H 社は売買高が少なくて、急騰してしまっている、ここが。なのでまだ売り勢力が、戻り売りがあるかもしれない。確率的にね。ということが言えるということですね。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは、市場の方がスタートしたと思いますので、ちょっとね、今日の久しぶり、2023年初っ端のね、ちょっと解説というか、今、市場スタートして見ていきたいと思います。ドル円の方ですけど、133.7 ということで、ひょっとまた上がってきました。円安進んでいきます。ドルインデックス、昨日がね、ドルインデックスが異常に低かったので、今日反発してます。ドル高ですね。はい。ドル高に反転しています。みんな安ですもんね、これ。みんな安。ドル高です。ということはきっと、金利が上がってるんじゃないでしょうか。あ、ちょっと間違えちゃった。ごめんなさいね。どれだ？アメリカのやつ。これか。はい。ですよね。ですよね、やっぱり。米国2年債がキューッと上がっています。4.483 ということで、今日1日で 3.46 金利が上がっております。10年債も 2.28 上がっています。まあ、これに逆相関しているように、ナスダックが 1% 落ちてます。もうナスダック1300ですよ。はい。今日ちょっとなんかストリーミングがなんか悪いみたいですいません。もしかして画像がインターネットの速度が良くないかもしれないですけど。S&P500 が3800。はい。ダウは32,900ということで、ぎゅーっと金利が上がって株が下がってるっていう状態であります。昨日の分を戻した感じですね。はい。はい。じゃあ、世界の株価見てみましょう。実はね、そう、土曜日もやりたかったんですけど、最近、香港がいいんですよ、めちゃくちゃ。いいっていうか、2万、今日1000ですね。昨日もね、5% ぐらい上がってましたね。はい。で、中国もじわじわじわっと上がってきてます。はい。なので、土曜日の YouTube でちょっと見たいんですけど、中国の個別株をね、久しぶりに分析しようかなと思ってます。もしかしたら形状的にボトムになっているものもあるんじゃないかなということで、中国と香港が、あんだけね、コロナがいろいろ出てるのにね、株価はね、悪くないんですよ。はい。金融緩和かな。ちょっとまた見ていきたいと思います。それからアジアの方ですけども、インドはあまり変わってませんけど、ちょっと下がってます。ベトナムがね、ちょっとまた戻ってきました。はい。3日連続プラスです。でね、なんかインドネシアがね、最近めちゃくちゃ悪いんですよ。何があったんだろう。はい。ここ、年明けてから見てましたけど、インドネシアだけちょっとおかしな動きをしてます。はい。ニュースが出ても、あ、何これトルコ何 ?7% 落ちてますよ。あ、一気に売られましたね。
この間、パフォーマンスすごい良かったんですけど、ちょっとごめんなさいね。トルコ見たい。トルコ見たい。7% 上がりちょっとこれ今インターネットがね、なんかおかしいです。なんででしょうね。光ファイバーなのになんで悪いのこれ。多いね。ほんと不思議っす。昔はね、Wi-Fi で、ドコモの、ルーター使って、遅いって言ってましたけど、今なんで遅いか理由がわからない。自宅で使ってるやつそんなにいないはずなんだけど。いや、まだ出てこないぞ。はい。すいません。トルコ。あれ？EW。なんだっけ、トルコ。これか。TUR だ。これだ。おー！トルコの冷やし。ストーンと行きましたね。やっぱここ天井圏だったんですね。一気にうわ、売買高もすごいな。1月3日でめちゃくちゃ売られてますね。今日でも、まだそこまで売られて、まだ売買高出てないです。これからかもしんない。これね。ただ、34.3 って今レジサポラインにもいるので、ここで止まればまだ揉み合えばいいですけどね。次はここか、32.4 ですね。はい。今年に入ってストーンと来ましたね、トルコが。はい。ということで、世界の株価でちょっと変わった動きをしてたので見ました。コモディティいきます。はい。さっきちょっと見たんですけど、ゴールドが、ちょっと高かったんですよ、ゴールド。昨日、1850、60だったかな。最近見ない値出してましたけど、今日戻しましたね。1830まで落としました。そう、それからね、原油もね、だいぶ落ちましたね。はい、72まで来ました。天然ガスがすごい。これもっと、ここまで早く落ちると思わなかったです。今日 5.3 もうどんどん落ちてますね。5.3%。3.8 です。これも見たことない。またいいです。天然ガス見ていいですか？これもなかなかないですよ。これ。冷やし。これ天然ガスの冷やしです。ここね、12月の14日から7ぐらいから 3.8 ですもんね。何%落ちてるの？ 80% ぐらい。半値までは行ってないですけどね。あ、これ、あれ、ボラティリティのあれ見ればいいんだ。違う。あれ？あれないじゃん。あれなんでないの？あった。これだ、これだ。何パーセント？何パーセント？あ、46% だ。あ、でも半値近く落ちてますね。はい。天然ガスもこの 3.7 っていうのが、ウクライナ侵攻の前、2022年2月、この値まで落としましたね。しかもこれ、この 3.7、
ここ、平行線になってますね、今言った。あ、これすごいレジスタンスですね。ここ切ったらまたあれですけど。いやー、これよく書いてる人はいたら、3.7 で様子見て買う人いるんじゃないかな。いや、怖いですけどね、これ。はい。という値になってます。はい。ということで、まあ、あと気になったのが、大豆、コーン、小麦が下落してきてます、今。はい。昨日、年初からこれ見てください。コーンが落としてますよね。まだ、レンジないですけど、この 6.3 まで落ちてきたら、下落トレンドです。ね。あと大豆ですけど、大豆も落としてきています。もうちょっとですね。この1439というところまで落としてきたら下落トレンドです。という状態で、まあ、インフレの高止まりじゃないですけど、このソフトコモディティの動きは、アメリカ経済にとって、インフレ抑制にとってもね、大事な指標だなと思ってますので、注目していきたいなと思っております。はい。それでは、今日なんかね、すいません。なんか、もしかしたら画像が遅いかもしれないですけど、YouTube の方ね、今日特集見ていきたいと思います。どれだこれか。まず一つ目がですね、こちら。見られた方がいるかわかんないですけどね。テレ東ビズですね。年末であった、積み立て投資はもう古い、常識を覆す投資法ということで、よく出てこられる、僕はまあ、テレ東のこのアナウンサーの方ね、好きなんですけど、豊島さんと。この、前もちょっとあったんですけど、この説明されている方、日清、なんとかの井出さん、日清投資、なんだっけ名前忘れちゃった。井出さんっていう方、この本も出されている方。はい。日清研究所、なんか、投資ファンドの方ですね。この方が、まず最初に、積み立て投資じゃなくて、何をやったらいいのっていうことで、最近のね、投資のやり方をちょっと説明しています。中身のちょっと一部を切り取ってお伝えしていければと思うんですが、私はちょっとこの本を読んでまずですね、一番驚いたのが、積み立て投資は長期的に有利というのはこれ古い考え方で、実は今違うんだということですね。そうですね。平成の時代まではそれで良かった、積み立て投資が有利だったんですけど、もう今時代は変わりましたから、今は積み立て投資でもいいんですけど、どうせなら一括投資した方がこの人井出さんって前儲かってるはずですよ。多分一回紹介したかな。積み立て投資もね、投資は積み立てで長期が有利ですみたいな、もう繰り返されてる言葉だと思うんですけど、実はこれもはや古い考え方でちょっと違うぞということ、これまずデータを見たときにそうということなわけですね。そうですね。はい。ただ積み立て投資長期的に有利と言われてきました。まずこれなんでなんでしょうか。まず説明していただけますか。積み立て投資っていうのは毎月1万円とかね、決まった額ずつ投資していきますよね。だから少しずつこれはね、お金を足していくので、なかなかちょっと厳しいですよね。初心者の方とかも損するようなことがないわけですよ。で、なんですけども、積み立て投資は日本というのはまず世界の株式市場と比べても得意な市場だったわけです。これはバブルとバブル崩壊ですよね。日経平均が3万8000円ぐらいまでいって、ドーンともう1万円を切って下げたと。そうです。ちょうどその下げている期間というのが平成の20数年間、リーマンショックぐらいまでの間だったわけですね。だからその下げ相場においては、それは一括投資したら元本が丸ごと損していきますから。それ実際チャートで表していただきました。これ井出さんね、実際データに基づいてということで、これなんですね。この赤い線が一括投資ですね。89年末、まさにバブルのピークの時に。これ見ましたけど、数字のトリックだと思いました。この赤い線というのは日経平均のさすが東雲さん見ましたね。で、それに対して積み立て投資は青い線の方ですね。これはね、本当難しいですよ。で、その斜めに直線を引いています。これが積み立て投資の元本の累計額ということです。毎月1万円ずつ。
で、トータルで400万円ぐらいの投資額になります。なので一括投資も全く同じ金額、400万円ぐらいを89年末に一括でドーンって日経平均買ってみました。そうすると一括投資の場合はまだ元本をちょっと超えたぐらい、上回ったぐらいにしかなっていないんですけれども、積み立て投資の方が800万円ぐらいまで大きく増えていますよね。そうですね。だからこういうデータが一般的なので、一括投資よりも積み立て投資の方がいいよと言われるんですけど、これあくまで日本株に限定した話です。しかもこの時代のお話だったということですね。平成の時代の話です。だからみんな積み立て投資はいいよというふうに言われるわけなんだけれども、今はもう時代が違う。それが次のチャート。これは2009年末スタートの時ですね、リーマンショックの直後です。まだ完全に下げ切る前ぐらいにスタートしたものですけれども、積み立て投資と比べて一括投資の方が一貫して上にありますよね、赤い方が。つまり積み立て投資は直近で300万円にしかなっていないけれども、一括投資は450万円ぐらい、1.5 倍ぐらいこの2009年末スタートっていうところがおかしいですかね。まだアベノミクスが始まる前でしたから、2011年の後半まではだらだらと下がっていった。でその後アベノミクスで大きく上がりましたね。この赤い線を見ていただければいいんですけど、でもその後もチャイナショックがあったり、米中対立で大きく株価が下がったりという場面もいろいろありました。紆余曲折あったんですけれども、結局スタートとゴール地点を比べると日経平均ってスタート地点よりも今高いじゃないですか。ってことは最初にドンってまとめて投資しておいた方が結果的に良かったよねっていうことなんですよね。なるほどな。積み立て投資の方は特にこのアベノミクスの時の上げ相場を取りに行かれなかった、フルに享受できなかったので、最終的な儲けが少なくなったということです。なるほどね。じゃあどっちがいいんだ。今後です。大事なのは今後ですからね。今後ですからね。ここで一番大事なのは日本の株式市場っていうのは欧米市場に近づいたっていうことです。つまり昔はね、昭和の時代とか平成の前半なんていうのは、バブルピークつけてそこからずっともう下がるしかなかった。バブル崩壊前に買うのとリーマンショック直後に買うのとでは比較にならないですよね。なるほど、そうですね。だからとんでもないバリエーション、 PR60 倍とかね、とんでもないバリエーションをつけにいっちゃったわけですけれども、これは数字のトリックでよくやるやつです。はい、ありがとうございます。なかなかこれ難しいっていうか、最初僕結論から言うと、僕はこう考え方として、積み立て投資もありだし、一括投資もありだなっていうのが、考え方の中にあります。今回、この言い方がちょっと、良くないかもしれないんですけど、積み立て投資をしておきながら、銘柄によっては、下がってきた時に買う一括投資のやり方もいいんじゃないかと、僕は思います。で、井出さんのちょっと難しいところっていうのは今の時期もそうですけど、400万円ドーンと入れるとかって言ってるんですけど、なかなかこれ現実問題、それは難しいと思うんですよね。なので、考えていただきたいところっていうのは、ちょっとレベル的には、上級かもしれないんですけど、でも投資やってらっしゃる方とかってみんな積み立て投資をなんかしていきながら、他の銘柄とかにも、こう、下がった時に入れていくっていうことはしてるんじゃないかなと思うんですね。だから、両立てっていうのはいかない。用語が違うので、積み立て投資と一括投資の併用型をやっていった方がいいっていうことは、もう言えるんじゃないかなと僕は思ってます。はい。これをちょっと言いたかったですね。で、井出さんのね、これ後半なんですけど、投資の期間が長いほど儲かる確率が高いっていうことで、ホールドちゃんとしておけよと。はい。いうお話を後半してますね。なので、この話はね、納得できるなと思って聞いていました。はい。ありがとうございます。皆さん。ここのね、期間のところはね、まさに数字のマジックっていうか、そういうことはあるかなと思いますけどね。でも両方必要だと僕は思います。はい。で、両方必要なの、お金をしっかりね、現金持ってないといけないので、普段使うよりね、しっかり貯めていけたら
そこがわかるのであれば一括丼の方が良いのでしょうけど、私は考えるのが面倒なので積み立てです。W。そう。考えるのがね、めんどくさい人は積み立てですよね、きっとね。はい。僕は、まあ、イデコの方は積み立てしてますけどね、その、一括投資っていうの、今回ね、債券のやつ買いましたけど、また、下がってきたところというか、チャート見てね、面白そうだなっていう時には、まあ、例えば10万円だり20万円ずつこう、今年はね、積み立てではない、一括とも言わないな。下がってきた時に買うって、何投資って言うんでしょうね。はい。をやっていきたいなと思っております。はい。じゃあですね、もう一人、こちらの方。いつも聞いてわかる本要約チャンネルさんお世話になっております。で、この方が、2023年の投資戦略ということで、普段ね、このチャンネルって、本要約チャンネル系なんですけど、積み立て投資と一括投資って考え方のベクトルが違う。どっちがプラスではなくリクスヘッジと資金量の問題です。そうですね。はい。本当そう思います。リスクヘッジの資金量の問題。まあ、本当そうですね。はい。で、本要約チャンネルさんの中の、この方が本を要約してるわけじゃなくて、新NISAについて、ちょっと戦略で考えてみたらどうかなっていうことで、お話をしております。これ見た人いるかな？ちょっとごめんなさいね。本日は2023年の投資戦略ということで、今話題の2024年に始まる新NISAの開始前年という位置づけになる来年なんですけど、どういった方針でちょっとここら辺、新NISAのことについてはちょっと飛ばしますね。いつ始めても、たもので、買い直しすることもできれば、のも OK だと思います。国内の高配当株を買えば、その配当も非課税になるので、インカムが欲しいっていう人はそういうのもありですね。先ほど言ったようにレバレッジ型投資は買えないということで、これは買う必要ないのかなと思います。で、私自身どうやって使っていきたいかというと、基本的には投資信託でいいのかなと思っていて、個別株も一部買うとは思うんですけれども、メインは投資信託になるのかなと思います。先ほどあったように年間上下の360万円投資し続ければ5年で枠を使い切れるという話で、もちろん360万円マックス毎年入金しなくても枠がなくなるっていうことではないので、全然もったいなくはないんですけれども、やはり複利の法則から考えると、なるべく早くたくさん入金した方が複利の力は働くというのが大原則ですので、年間360万円って言うと毎月30万円なので、毎月新規で入金し続けるっていうのはなかなかの金額でもあるので、そうなった時に特定口座を売却してそれをNISAに移行させて360万円埋めていけば、これストップ。一つ目の新NISAに対しての考え方でここから話すんですが、今持っている特定口座を一回売却して新NISAが入った時に移行する方が運用がいいよっていう話をしています。ちょっと聞いてくださいね。まだできるよっていう方も多いんじゃないかなと思うので、それをやっていこうかなと思っております。ちなみに特定口座を売却するということは、一旦税金を取られて、それを再度運用に回していくということになるので、果たしてそれは正しい選択なのかっていうことを一旦シミュレーションしてみました。例えば、もともと50万円の元本だったものが100万円まで増えた段階で、僕もちょっと特定口座持ってるので、NISAに移行するかどうかっていう状況に今あるとします。仮に特定口座のまま年利 5% で10年間複利運用した場合、100万円分の資産は162万円までおよそ増えるということになりますが、一旦この段階で利益確定して NISA 口座に移行すると、360万円使えるってことは、投資信託で 89.8 万円の評価額になって、少ししても、先ほどと同じように年利 5% で10あれですよね。年間複利運用すると146万円ということになります。ただし、最後に引き出すときにですね、NISA の場合は
そのままことですよね。 146万円が投資信託は1日ずれたりとか、アメリカの投資信託日がね、ずれたりするので、リアルタイムではないんですけど、利益のうちの 20.315%、360万円まで売り返していいですもんね。結局129万円まで下がってしまうということになるので、やはり最初の段階で利益確定してね、多少税金取られることにはなりますけど、将来的なことを考えたら、早めにNISA口座にね、特定口座の証券を移動した方がいい、そういうことになってきます。で、こういったシミュレーションに関しては、じゃあ 5% じゃなくて 6% だったらどうか、3% だったらどうか、元々の利益が50万円じゃなくて100万円だったらどうか、200万円だったらどうか、10万円だったらどうかとか、いろいろなシミュレーションを考えてみたんですけれども、どのパターンにおいても NISA 口座に移行することによって損をするということはありません。基本的に NISA 口座にやはり早めに移行した方がお得ということになっております。その含み益がもともとどんぐらいあったか、その後のリターンどんぐらいかによって程度の差は出てきます。で、むしろ今現在含み益がほとんどありませんよ。でも特定口座に入れてありますよ。そういうものはさっさと NISA 口座に入れてしまった方が絶対にお得ということは言えます。なので今年ちょうどね、結構年間通してそもそも株式市場がマイナス 20% とか、米国市場で言うとそれぐらい下がった年でもあるので、含み益がだいぶ減っちゃった特定口座の資産っていうのがある方多いんじゃないかなと思うので、そういったですね、あまり含み益がないような資産であれば全然 NISA に移行してもらうことがお得になるのかなと思いますので、そうやってですね、特定口座の中から2024年に前の積み立て NISA を継続して全額入金しますと。で、おそらく月30万円が上がるんだと思うなら、1年の間でも特定口座で運用することで少しでも利益を取った方が良くて、その利益の中の2割は税金で減るかもしれないけど、運用した方がいいということになります。ただし、2023年下がると予想するのであれば、投資なんかせずに現金を貯めておけばいいということになるので、焦点は2023年は株式市場が上がるのか下がるのかっていうところなので、そこをですね、複数の観点から検討してみたいなと思います。まず一つ目は、利上げがピークを迎えるということですね。これ言われてることですよね。短期金利 FF レートが今上がっている最中ではございますが、そろそろ政策金利の天井が見え始める頃です。来年利上げが終了することがもうほぼ確定で見込めております。で、景気の季節を見たときに、長短金利差、そこが逆転現象が起きることによって逆移動が発生となり、それは不景気の先行指標だということが言われておりますね。で、今現在こちら10年もの米国債と2年もの米国債、このミッドとなるんで状況なんですが、もう分かってることじゃないけど、金利のピークはないかという、アメリカ金利のピークですね。領域相場のうち9回はこれ次が中間選挙の年、つまり大統領のアノマリーですね。2022年のような年に起こっていたんですね。また戦争も中間選挙の年に起こってアノマリーで言うと、今年は上がる年だろうって平均が上昇しやすい年だというアノマリーがあります。これは大統領というのは、これもいいですね。僕が調べた限りますね。よってアノマリー的なんですけど、僕も参考程度には見ていて、いろいろな指標はあるとは思うんですが、僕は長期的なものとしては200日移動平均線を参考にはしております。この人はあれなんですね。今現在それは下回っている状況なので、200日移動平均線を株価が超えたとき、これは底値をピンポイントで狙えるというもので、ストップ。これ、このチャートで見ると、これ多分 S&P500 だと思います。S&P500 の、やっぱ4000のところを超えてこれば、また上昇してくるんじゃないのっていうことで、この200日移動平均線が、ちょうど今4000のところで、頭打ちしてると思います。ではないんですけれども、ある程度そこを確認して上がったのを確認してから買うというようなものだと思うので、頭と尻尾はくれてやれとは言いますが、ちゃんとトレンドが転換したのを確認してから買い始めたいという方にとっては参考になるのかなと思います。というのを踏まえた上で話を戻すんですが、2023年私は上がりやすいんではないかなと見ておりますので、特定口座で全力で入金していきたいと思います。そしてその特定口座で
しっかりと利益を取りましてですね、2024年以降、新NISAの枠をもらったら、その特定口座でちゃんと利益確定を行い、その時に税金を多少取られるかとは思うんですけれども、そこからNISAに移行して360万円の枠を埋めていけるようにしていきたいなと思っております。先ほども言った通り、その行動っていうのは一旦税金を払い、多少資産が減ることにはなってしまいますが、今回高級という期間になったNISAで長期運用したその将来引き出す時の非課税の恩恵。なるほど、なるほど。どんな商品を買っていくのか。ここから商品言いますが、まずは積立 NISA の枠40万円。オールカントリーだったんだ。オールカンに一括投資してもいいかなと思っております。毎月33,000円ずつ。全世界ですね。僕は2023年前半の段階が一番の買い時が来るんじゃないかという想定をした上で、早い段階で一括投資しておこうかなと。一括とは言っても、20年の運用を考えたら、1年の中で分散しようが、その年に40万円一括で入れようが、あんまり大きな差ではないと思うんですけど、入れておこうかなというふうに思います。それで、僕にとっては大きいのが、ジュニアNISAっていうのも結構大きくて、子供が2人いるので、年間160万円分の非課税枠があるんですね。で、一昨年ぐらいだったかな、ジュニアNISA始めたんですけど、来年が入金できる最後の年になるんですよね。なので、子供1人当たり80万円ずつ、2023年も160万円の枠がありまして、このジュニアNISAに関しては、この160万円の枠全部使わないと、もう来年しか入金できないということになるので、もうこれは逃すともったいないので、必ず160万円入金しなければならないというミッションになっておりますので、全額オルカンへ、これは必須でいきたいと思います。すごいね。以上の積立 NISA 自分の40万円、ジュニアNISA160万円、これは二度と復活しない枠なので、必須事項としてオルカンに毎月平均 16.6 万円ぶっ込みたいなと思っております。で、それ以上の部分に関しては、入金できる限りで低コストの投資信託に入れる。これが基本戦略にはなります。で、世界株式派ではありますね、僕は。S&P500 集中のインデックスとか、米国株集中のインデックスとかっていう方もいますが、僕はずーっと何年も前から一貫して全世界株式です。日本除く全世界株式っていう人もいますが、僕は日本も含めた全世界派です。で、なおかつ、去年の後半ぐらいから確か動画でもやってたんですけれども、僕は新興国株インデックスへの投資も増やしております。この方針は変えずに、僕は多少新興国の比率を増やすっていう、そういったアレンジをした全世界運用っていうのをやっていきたいなというふうに思います。そうなんですね、この人はね。というのが大まかにはなりましたが、2023年の基本的な資産運用、よろしいでしょうか。ということで、ちょっとまとめると、まず、ここですね。2024年に新NISAができるので、今年は株も上がってくるかもしれませんので、特定口座を使って入金をして、で、2024年に特定口座から新NISAに移行するっていうやり方がいいんではないかなっていうことですね。そこから、投資先の方は、オールカントリーに入れたりとか、S&P500 でも僕はいいと思うんですけどね。入れて、一部、新興国にも入れますよっていう話ですね。そうですね。はい。ということで、新興国株についてはね。なるほどです。そうですね。ね。いいかなと思うんですけども、新興国インデックスもそうですけど、そうですね。できれば、もうちょっと勉強してね、インドとか、僕は好きなので、ベトナムとか南アフリカとか、個別の国。ここで言うと、この人の世界株は多分、オールカントリーのやつですね。だから、個別の、世界のね、ベトナムとかインドとかそういうのではないと思うんですけどね。で、僕は自分の中では、今年、債券のね、USA、楽天 USA を買ってますので、今年それを入れていこうかななんて思っています。トレードは別ですよ。短期トレードはまた、別でちょこちょこやっていきますけどね。はい。今年1年の長期戦略としては、こういうのもありなんじゃないかなというお話でした。はい。ありがとうございます。それではですね、今日これぐらいなんですけども、この後、
新しくここ、もう見えますかね。今後のライブ配信っていうところで、壁紙4時間チャート、15分チャート、このアラートライブ、またね、今年もね、やっていきたいと思います。壁紙変わりましたけどね。で、よりもっと、こちらの4時間チャートと15分チャートも、ちょっとアレンジを加えて今年バージョンにしました。で、音声も、せっかくなので今実験してましたけど、オーディブルを使って、投資のお話とかを流せるようにちょっと考えております。だから結構聞ける、チャンネルにしていきたいなと思っております。こちらアラートライブの方は相変わらずね、僕のこの過去のね、お話をしていきたいとは思ってますけどね。はい。で、土曜日ですけども、先ほどもちょっとお話ししましたように、中国の個別株を見ていきたいと思います。このね、10月ぐらいからね、ちょっと動きがね、チャートで面白いんですよ。テンセントであったり。アリババはね、まだそこまで上がったっていう感じはないですけどね、銘柄によってはね、中国株あれって思うような動きもありますので、一緒にね、勉強できたらなと思っております。はい。というわけで、またね、今年も、こんな感じでいろいろ、お話を進めながら一緒にね、テクニカルを中心にいろんな株をね、学んで勉強できたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。本日はどうもありがとうございました。また土曜日お会いしましょう。失礼いたします。